今回は3ヶ月間韓国に滞在した私が住んだコーリビングスペースをご紹介します。私が生活するシェアハウスです。すごく景色も良くていいですね。それでは私のお部屋にご案内します。こんな可愛い椅子もあって、はい、これが私のお部屋です。日当たりも良くて、ここで私は3ヶ月間過ごします。さて、どんな風に作りましょうか。このベッドはこのシーツだけあって、あとは買わないとダメです。で、こんな感じで棚も備え付けであって、ハンガーとか買い足します。で、この小さな机もついてます。椅子と、ここでパソコンやろうかな。で、ここがね、最大のグッドポイントなんですけれども、はい、ちゃんとトイレと洗面所とシャワーが別になってます。これマジ大事。韓国でこんな物件なかなかないんだから、もうちゃんと扉が閉まるというのが大事です。まあここはちょっとびしゃびしゃになりそうですが、それでもね、この扉があるのとないのとでだいぶ違うので、でトイレットペーパーは韓国だけど流してもいいタイプだそうです。こちらのコーリビングスペースは屋上もあって、また1階にはコワーキングスペースもあって、そこは土日になると住んでいる人が自由に使うことができます。マジ綺麗、超綺麗、最高です。それではまずシーツを買い物に行きたいと思います。ショッピングの様子は別動画で出してます。日が暮れてまいりました。今ダイソーでこの大きい枕を2つもゲットできて最高です。あとはハンガーと歯ブラシ立てをゲットしました。それではアンパッキングをしていきたいと思います。今回私はですね、大きいスーツケース2つで3ヶ月分の荷物を入れてきました。まずは床をきれいに拭き上げます。一応掃除機はかけてくれてるんですけれども、拭き掃除はしてなさそうだったのできれいに拭いてみました。細々とした調味料がたくさんあるんですけれども、実際ですね、私は韓国料理が大好きなので3ヶ月間住んだんですけれども、本当に日本から持ってきた調味料ほぼ使いませんでした。サランラップは絶対に必要です。このピンクのベッドの上に置いたやつなんですけれども、これダニ取りシートなんですが、もうこれじゃ足りないぐらい、この上にはですね、実はベッドバグがいまして、私めちゃくちゃ足噛まれたので、現地のね、ダイソーに売ってるスプレータイプのダニスプレー買って拭くことをおすすめします。いろんなものをね、とりあえず棚に置いて、一つ目のスーツケースのアンパッキングが終了しました。洗面所に移動しました。ドライヤーは現地でノーブランドというところで購入しました。風圧もあってめちゃくちゃ安いので現地で買うのがおすすめです。そしてこのですね、私が何やらいろいろ入れているこの小さなカゴ、もう日本で買ってきたんですけれども、これがめちゃくちゃ役に立ちました。そして2つ目のスーツケースをアンパッキングしていきます。こちらにはですね、お洋服をメインで入れてきました。こちらはですね、3COINSで買ってきたボトムス用のハンガーです。とても役に立ちました。あとはやっぱりね、こういうかける系がなかったので、いろいろ事前に買っといてとても良かったです。とにかくね、物が多い中コンパクトにしまわなきゃいけないので、このなんか簡易的なぶら下げる棚みたいなのもすごく役に立ちましたね。下駄箱が大きいのがシェアのところにメインであるんですけれども、3足しか入んないので、ちょっと仕事などもあるので靴をいくつか持ってきたのはここにしまってます。ハンガーは現地のダイソーで購入しました。基本的にね、もう足りないものはダイソーで揃います。私は9月からの3ヶ月間だったので、もう後半11月12月になるとすごく寒くなってくるんですけれども、まあ友達がみんな遊びに来たので、その度に、私のですね、冬物を持ってきてもらって、衣替えを行っておりました。でやっぱり、色物よりモノトーンの服を基本的に持ってくると着回しがしやすいです。2つ目のスーツケースも終了。そして韓国はワインが高くてあまりナチュールとか置いてないので、わざわざ日本から持ってきました。
冷蔵庫は各部屋ごとに使えるスペースが決まっていて、私はラッキーなことに一番上の結構広いところを使わせてもらいました。冷凍庫も使うことができます。ここに置いてベッドサイドテーブルとして使います。さあラストスパートです。さっきカンジャンシジャンで買ってきたシーツをいきたいと思います。洗濯したてなので、よいしょ。あ、ぴったり。あ、ぴったりじゃん。よいしょ。折りたたむとかないですね。よいしょ。イエーイ。そしてこちらもさっき買ってきたかわいい夏の掛け布団。これは大きい。本当は無地のなんかベージュとかおしゃれな感じにしたかったんだけど、無地のは売ってなかったのでね、かわいい感じにしました。はい、ダイソーでゲットした500円の立派な枕を開けましょう。なんかホテルみたいな大きな枕を何個も使って寝るのに憧れてたので、まさか500円でゲットできるとは。これもね、正直一回洗いたいんだけど、もう時間がないので、とりあえず今日は出したてのふわふわちゃんで、はい、ここで食べるかな。ふわふわで寝たいから、本当は4個ぐらい欲しいです。でも持って帰れないからね。これが500円って言ってない？ 2 個あれば私結構十分か。枕カバーがちょっと今日買えなかったので、いい感じじゃない？はい、贅沢ベッドの完成。最後にこの秘密兵器を。はい、かわいい完成しました。イエーイ。はい、ということで、私の3ヶ月間過ごすお城が完成しました。イエーイ。そしてすっきりさっぱりお風呂も入っちゃって、すっぴんで申し訳ないんですけれども、乾杯したいと思います。思うので、ファースト乾杯はちゃんと撮影しとかないとと思ってしっかり撮ります。では本日はキャスで、韓国らしいですね、キャスで乾杯したいと思います。しっかりね、箱ワインも持ってきてるんですけれども、ちょっと今日はなんかカッといきたいので、いただきます。乾杯。だいぶ大仕事を終えた後のお酒は美味しいですね。いい感じに
なんとか出来上がったかなと思います。こんな感じです。あんまり詳しくはお見せできませんが、まあ大体こんな感じでできました。何よりもびっくりしたのがですね、いざ見てみたらもう食材がありすぎて、これ全部食材です。もうここに乗り切らなくてこっちに移しました。これは3ヶ月にしては絶対に持ってきすぎだと思います。私が今回持ってきた、スキンケアを紹介したいと思います。化粧水は花オーガニックさんの、バラの香りの化粧水です。でセラム、順番がよくわかんない。セラムはシンピュルテのセラムです。これすごいトロトロだった。でこれはね、なんか夜のオーバーナイトマスク、夜用のなんか保湿クリームです。でいつもの保湿クリームと内緒で、あとこれがねめちゃくちゃすごいんですよ。これなんか塗った方だけマジでリフトアップするから、ちょっと仕事の前とかに塗れるように大事に使ってます。でまあこれは制汗剤ですね。でこれは違うで、ボディバター、タンのボディバターと、これフレイオイルのオイルで保湿します。もう今回私保湿をめちゃくちゃ持ってきました。でこれはあれです。これは除光液、たくさんはいらないかなと思ったのでちっちゃいのを買いました。これシミ落としでしょ。でハンドクリームで、これはデリケートゾーンのウォッシュですね。これは普通にちょっとリップで、これは化粧水がなくなった時の、化粧水とオイルが一緒になったものです。これはお土産です。私のお城が完成しました。嬉しい。私お風呂に入らないとベッドの上に上がりたくないタイプなんで、やっと寝っ転がれました。はい、というわけで第1日目終了しました。ではおやすみなさい。